今日のテーマなんですけど、コンサルで独立するっていうと、個人として何かができる能力があって、そこから会社から個人として独立してっていうような形が結構多いと思うんですよ。はい。私ちょっといろんな事情があってですね、イタリアで MBA を学んでるんですよね。その時の友人が、昔から仲のいい友人なんですけど、はい。昔から独立したいっていう意識はかなり持っていて、当然そういうことを勉強していくんで、独立っていうのは誰もが考えている場ではあるんですけど、それが続いていく、皆さんいいとこに就職してわざわざリスクを取って独立してっていうようなことはどんどん縮んでいく人たちの方が多くて、でずっとその独立してやってるっていうのを、それはそれでいいねっていうような話はすることはあっても、ある程度の知名度のある企業で待遇のいい生活をしている中から独立していくっていうパターンっていうのは、もう卒業してから何十年か経ってしまうとほとんどなくなってくるんですよ。でその中でかなり仲のいい友人がずっとそういうことを言っていて、で私にもよくどういうふうにやってるんだとかってよく聞かれることがあったんですよね。でその彼っていうのは、村上さん、アクセンチャーって聞いたことあります？ないです。一応コンサル会社としては知名度はあるんですよ。多分村上さんそういう業界にいないんで、そういうのは全然知らなくていいと思うんですけど、コンサル目指している人であれば技術系と戦略系っていうのがあって、 IT 系コンサルだと本当にトップぐらいに入るんじゃないかなと思ってたりするんですよね。でそこでいわゆる銀行の IT システムとかの開発をやってたりとかして、で主にセキュリティっていうところの観点ですよね。そういうところに強い業務に長けてる人なんですよ。そこから次に世界4大会計事務所とかそういうのがあって、その中の一つで、アーンスト・ヤングっていうのがあるんですけど、そこに移籍してでしばらくやってたんですよね。おそらく年収としては1500万ぐらいだとかなんとか昔言ってたような気がするんですけど、独立する前にどうなってたかっていうのはちょっとわからないんですけど、そういう状況の中でこの間会ってたんですよね。で、会いたいっていうから、なんかあるんだろうと思ってたんですけど、会ってみれば実はもう独立してやっていて、で目処が立ったんで改めていろんな議論をしたいっていうことだったんですよね。2年目に入って2000万ぐらいの売り上げにいけるかどうかみたいなところなんでいいんじゃないかなと思っていて、改めてそれぐらいの規模とかになってきた時にどういうふうに運営していくのかっていうようなところで実体験をね含めていろいろ話してたんですよ。いろんな課題がある中で、その中で彼自身が課題だって思うのが、結局その費用の使い方っていうところがあるんですよね。で、会社で例えば勤めている場合に自分の給料をもらうじゃないですか。で、自分の給料っていうのはその好きなことに使っていくし、生きるために使っていくっていうところと、あとは会社の経費ってあるじゃないですか。会社の経費を使って自分の目的を達成していくわけですけど、その会社の経費と自分の給料って切り離されてるわけじゃないですか。要は会社の経費がそこにあればいくら使っても自分の給料が減ることないじゃないですか。実際独立していくと会社の経費と自分の給料って別なんですけど、会社の給料を使えば自分の給料って減るんですよ。なのでそこが理論的には皆さんわかると思うんですけど、実はですね、そこがかなり大きな会社で同じ業務をやっていて、かつ独立した時にそこから会社を運営していく時に違和感を感じるというか、私から言えば恐怖を感じるって私よく言うんですけど、その第一歩なんですよね。要は事業を発展させていくために会社であれば会社の経費を使っていろいろやっていくと。で失敗したとしても自分の給料はあるじゃないですか。自分が事業をやり始めると会社の経費を使っていろいろやっていくと。でも失敗したら自分の給料が減るわけですよ。売り上げが上がらなければね。多分年間で2000万ぐらいだとちょっと何かあった場合にもう本当に先が見えなくなるっていうような感じの運営なので、それって本当にやっていてね、恐怖なんですよ。そうするとですね、どんどんお金を使わなくなっていく傾向が結構あるんですよね。そうすると何が起こるかっていうと、新しいことに投資が回らないんで長期的にどんどん細まっていくと。でも会社やっていくと
将来のことを考えて投資するより今生きることの方が大事なんですよね。逆に言えば、は今死んでしまうと明日がないんで、うんで今生きていければ明日あるじゃないですか。でその考えをどんどん今日のためにでいくと本当に何年か先が狭まってくるんですよね。はい。でその恐怖がやはり彼もあるんだっていうこと、恐怖かどうかは分からないけど、私が勝手にそれ恐怖だって呼んでるんですけど、なんでかっていうとやっぱその恐怖がまずは人を育てると思っていて、うんでその恐怖を経験した上で新たに、自分の事業で投資していく活動ができるようになれば、そこで一歩成長したって言えると思うんですよね。はい。なのでそこがやはり一番恐怖だっていうところで、私としてはいい経験をしてるんだろうなっていうことで、人を雇い始めたりとかして、はい雇わなくて自分で全部やってしまえば自分のお金になるじゃないですか。はい。でも人を雇うことによってできるようになる業務もあるんで、そこにどうやって投資していくか。多分ね、2000万ぐらいで人を雇うっていうのはなかなか厳しいんですよね。はい。それをやり始めているっていうのはかなりその恐怖と戦いながらやっているんだろうと思ってます。はい。ですね、改めてもし本当に将来独立したいなって思う人たちがですね、今やっぱり心がけておくべきことっていうのは、やはり会社のお金っていうのをある程度やっぱり自分のお金っていう意識をかなり持っておくことと同時に、会社の事業に対して自分のお金を使ってやはり投資をしていくっていうことはすごく大事なことだと思うんですよね。例えば本当に飲みに行くっていう時に、会社の経費が出れば飲みに行くけど、出なければ飲みに行かないっていう人結構多いと思うんですけど、はい。やはりそういうところで自分のお金を使ってでもお客さんとの場を作っていったり交流を深めていくっていうところは、将来独立したい人っていうのはかなり意識してやっておくと、実際に独立して恐怖が出てきた時によりよく感じられる。でそれが将来的に成果として事業が育っていった時にお金を使う意味っていうのがより深く理解できると思うんですよね。で今のその会社で予算を使うっていうことは基本的にはですね、自分で取ってきた予算ではなくて、その会社が今まで積み上げてきた歴史であったりお客さんとの関係の中で売り上げが上がるようなシステムになっていて、はい。でその与えられた予算を使ってるわけじゃないですか。はいなので自分がこの予算を引っ張ってきて自分でやってるわけではないっていう。でそこで結構多くの人は勘違いしてしまって、自分はこの予算を使えるから偉いんだ、かつその時にですね、自分の予算を使うっていうことは結局やはり利益に影響が出てくるんで、はい。そこを減らしてるっていう認識がなくて、やっぱり自分の給料はそのままですけど会社のお金は自由に使えるみたいなところが出てくると、投資判断を誤ってしまって結局事業撤退っていう話も結構あるんですよね。よく知られてる例で無謀な投資、それが後になってもずっとその企業が存続していくのに大きな問題となってるっていうような例っていうのは、例えば自動車メーカーで有名なところでも未だにあるんですけども、何十年前の投資のそういった無駄遣いっていうのが未だに尾を引いてるっていうことですよね。で、はいそのやった本人たちっていうのもいないので迷惑をかけ続けてるわけですね、そういった判断が。はい。でそれは会社であれば会社の話で済みますけど、自分がそれをやってしまうと事業が終わってしまうんで、独立したい人は会社にいるうちから会社のお金も自分のお金でそれを使える立場にあることに感謝して、いかにうまく会社の事業を回していくかで、かつやっぱり自分のお金をつぎ込んで自分に投資してそれを会社のために役立てていくっていうような意識を持っておくのがいいんだと思います。で実際本当に恐怖って独立しないと分かんないですよ。なので改めてそこに行くまではおそらく私が言ってるようなことってなかなか実感できないと思うんですけど、こういう考えがいいか悪いかっていうのはいろんな意見があって、むしろお金を使うことの恐怖を先に覚えてしまうと本当に使えなくなるじゃないですか。はい。なので投資ができないっていう考えもあるんで、かつそれが常に結果に結びつくかっていうこともないんですけど、こういう考えがあるんだっていうことを頭に入れておくとですね、いろんな意味で将来的に仕事をやっていくのも楽しくなってくると思うんで、はい。頭の片隅にでもこういう話があるなと思っておいていただければいいのかなと思います。はい。